2022年9月に、ロシア・ウクライナ双方の陸軍兵器の損害をまとめた動画を出してからわずか4ヶ月、双方の被害がえぐいほど拡大していた。ということで、まずはこのデータを見てください。これは、2022年9月時点と、2023年1月時点の双方の損失数をまとめたものです。平均すると、9月時点の損失数の2倍近くをこの4ヶ月で失ったことになります。しかも、最近ではウクライナの優勢が伝えられていたにもかかわらず、比率だけで見ると、ウクライナもロシアと同じようなペースで損害を拡大しています。ただし、ロシアとウクライナでは兵器体系や規模、他国の支援など、かなり状況が異なり、兵器の種類によって損害の出方が変わっています。ということで今回は、双方の陸軍兵器の損耗数を兵器ごとに分類し数値化することで、ここ数ヶ月の戦況についても分析していますので、最後までご視聴よろしくお願いします。なお、各兵器の損耗数のカウントは、軍事調査会社の発表をもとに、主が再集計した数値となります。それではまずはロシアから。まずは陸戦の王者、戦車、ですが、この4ヶ月で700両を失い、トータルでは1700両もの損失です。その中でも、半数を占めるのが T72 系の戦車で、その損害は1000両近くに上ります。T72 は、1971年にソ連で開発された主力戦車で、これは第2世代戦車だとか第 2.5 世代だとか、いやいや第3世代と言っても過言ではない、とか色々言われていますが、高性能な戦車、T80 と共に、ハイローミックスで運用されており、ソ連の軍機構部隊や友好国に大量配備され、最終的には約3万両もの数が生産されました。本車両は、基本設計がシンプルかつ優秀なことから、他国でも多く運用され、ロシアにおいても未だに機構部隊の主力を担っています。ちなみに本車両はウクライナでも多数が運用されているので、その能力、弱点などはある程度バレているのかもしれませんね。続いて、戦車の被害として特に注目すべきなのが T90 です。T90 は、高価で高性能の T80 の性能に近づけつつも安価に調達する目的で開発され、500両ほどが納入されているはずですが、T90 の損失が未だに40両程度となっており、戦場への投入数があまり増えていないと予想されます。本当は500両も量産されていない疑惑が濃厚かな。ちなみに44両の T90 の損害の中には、T90 の最新型、T90M が10両含まれています。T90M は、2021年にロシア軍に配備されたばかりの最新鋭戦車で、現在量産を急いではいるものの、まだ数十両しか部隊配備されていないと思われ、いわば虎の子の戦車だったわけですが、2022年9月時点では2両の被害にとどまっていたところを、2023年1月には10両まで被害が拡大しているので、新型戦車も多少は投入されている模様。また、もう一点特筆すべきは、長級式の戦車、T62 の被害が増えている点です。これは、ロシアの戦車不足を如実に物語っており、主力戦車の損害が予想外に拡大したことで、戦車不足に陥ったロシア軍が、走行繰りになっていた T62 を慌てて引っ張り出してきた、という感じでしょう。ということで、ロシアの戦車不足はいよいよやばそうですが、それもあってか、ここに来てロシアの自称最強戦車、T14 アルマータの投入を検討している、との報道もありました。T14 はパレードでしかその姿を晒しておらず、その性能や量産性などを疑問視する声も多く、戦場で使い物になるのかどうかわかりませんが、そこまで追い込まれている、との見方もできますね。続いて、装甲戦闘車の中で最も被害を出しているのが BMP 系の装甲車です。2022年9月には600両の損失だったところ、現時点ではほぼ2倍まで被害が拡大しています。BMP 系の車両はこれまでに相当数が量産されたので、
さすがに枯渇するところまでは行ってないと思うけど、半数以上を余裕で失ってるのは間違いない。この BMP ですが、初代の BMP-1 は1966年にソ連が初めて開発配備した歩兵戦闘車で、軽快な運動性能を保ちつつ、命中精度が低いながらも主砲を装備し、世界初の歩兵戦闘車として、未だに東側や第三国で活躍しています。しかし、装甲はかなり薄く、それを補うために車高を下げて被弾率を低下させ、さらに車体前面を傾斜させることで、砲弾を弾いて反らす、という設計になっています。ただし、そのような設計のために車内が狭く、そして厚く、居住性は最悪で、常にハッチを開けたまま走行するなど、そもそも走行の意味ないじゃん、的な感じで損害を拡大しました。後継となる BMP-2 や BMP-3 も基本設計は変わりませんが、武装や防御力の強化、居住性の改善などが段階的に実施されています。とはいえ、増加走行なしでは RPG の直撃にも耐えられないため、ウクライナが多数の供与を受けているジャベリンなんて食らったら一撃でお釈迦です。続いて装甲兵員輸送車ですが、相変わらず MTLB の損害が顕著です。MTLB は、ソ連で開発された汎用系装甲牽引車で、主に下方の牽引と砲兵の輸送、弾薬輸送を目的としましたが、牽引車としての用途以外に、装甲兵員輸送車としても用いられています。また、本車両の発展型として、MTLBU というより大型の車両もわずかに存在しますが、基本的にはあくまで牽引車であり、小銃程度の防御力しか持たないことから、被害が拡大しているものと思われます。続いて、MTLB の次に被害を出している BTR-82 ですが、これは、前型の BTR-70 が、被弾した際に発火、炎上しやすいという弱点を露呈してしまったことにより、燃える車輪付き缶桶、という不名誉なあだ名を付けられたことから、それらの問題点を改善したタイプの BTR-80 からさらに大幅に近代化改修した車両です。この手の車両には珍しく、本車両は2009年と比較的近年に実用化されており、BTR-80 から対地雷防御の強化や、空間走行を追加するなどしましたが、それでもロケットや対戦車ミサイルは防ぎきれない、ということで多数が撃破されています。やっぱね、歩兵戦闘車とか装甲兵員輸送車ってのは、機動性や搭載量、コストとのトレードオフで、一般的に重装甲は難しいので、防御力には限界があります。ただし、イスラエルのように、いくら金をかけても兵の命が第一じゃ、だって人口が少ないんだもん、という国の兵員輸送車はヤバすぎます。その辺はイスラエルの動画で解説していますので概要欄からどうぞ。次に自走榴弾砲ですが、2022年9月と比べて倍以上の約300両を失っています。その中でほとんどを占めるのが、西1カーネーション、西3アカシア、西19ムスタの3機種です。西1カーネーションと西3アカシアは、ソ連時代に本格的な自走榴弾砲として開発された骨董品で、これまでに数千両が生産されており、未だに現役の兵器です。とはいえ、能力的にさすがに厳しく、これらを置き換えるために開発されたのが西19ムスタで、射程の遠心や発射速度が向上しており、近代的な自走砲となっています。ロシア軍では本車両を1000両以上調達したとの情報もありますが、そうだとすると損失が少なすぎるような気がする。まあ自走砲は基本的に後方からの射撃なので、前線部隊に比べるとリスクは低いけど、ウクライナには欧米協力の下で衛星の目があるし、ハイマースやバイラクタルもあるので、この手の兵器は真っ先に狙われるはず。本当に1000両もの数を量産したのなら、もっと被害が出てもおかしくなさそうなので、こちらも調達数が少ない疑惑あり。自走砲に続いて牽引砲ですが、こちらについても9月時点から2倍の数を失っています。
これらを牽引する目的で開発された装甲車、MTLB の損害は500両にもなるのに対して、牽引砲自体の被害がそれより少ないということは、MTLB が牽引車としてよりも、兵員輸送をメインで使われたという証拠でしょう。このような旧式で防御力の低い車両が兵員輸送に使われたことで、人的損失も拡大したのかもしれません。自走ロケット砲については、どれも旧式化した装備が多く、その中でも BM21 グラートの被害が多くなっています。BM21 グラートは、ソ連の 122mm 自走多連装ロケット砲で、その見た目の通り、オリジナルの開発はかなり古く、1960年代初頭にまで遡ります。BM21 は、世界で最も広く使用されている多連装ロケットランチャーであり、荷台には40連装のロケットランチャーを搭載し、射程は20キロ程度、一斉射撃時には20秒で40発を撃ち切ります。ただし、本車両は奇襲攻撃としては威力絶大ですが、撃ち切った後の再装填には10分ほどかかるので、継続発射速度は低いとされており、その間に反撃を食らう可能性が高まります。続いて、自走式の対空ミサイルシステムです。S300 などの長距離地対空ミサイルは、ロシア国内への配備が中心なので被害は横ばい。ストレラ銃やブーク、トールなどの機甲部隊に随伴可能な短中距離防空システムについても、そこまで被害は増えていません。ストレラ銃は1970年に配備された旧式システムで、使用条件が気象状況によって左右され、低高度かつ低速の目標にしか対応できないため、現代ではあまり役に立たないかもしれません。旧 K37 ブークは、航空機や巡航ミサイルを迎撃するために設計された中低空域防空システムで、レーダーの最大探知距離は85キロ。同時に6目標を迎撃可能となっており、当時としてはかなり高性能な防空システムとなりました。旧 K330 トールも、前述のブークと同様に中低空域防空ミサイルシステムですが、射撃式車やレーダー車、ランチャーなどの必要なシステムが砲塔の上に集約され、単独での運用が可能となっています。また、ミサイルは、VLS、垂直発射装置、から発射され、同時に4発を誘導可能です。これらの部隊に随伴可能な防空システムは、相手にとってはかなり邪魔な存在であり、優先的に叩きたいターゲットなわけですが、9月時点からそこまで被害が増えていません。これは、そもそも防空システムはコストが高いので、戦車や装甲車に比べて数が少ないのと、最近ではウクライナの攻撃を恐れて、モスクワやプーチン山地の近くに防空網を敷いている、との報道もあるので、前線の部隊に随伴するための自走式車両が減っているのかもしれません。ということで、ここまでのロシアの損耗数をまとめるとこんな感じ。戦車や装甲車についても、普通に考えたらありえない数を失っているのにもかかわらず、それでも戦争を継続できている、という点だけはさすがだと思います。ただし、9月以降の損失比率を見る限り、自走砲や牽引砲など、後方からの支援攻撃兵器の損害が目立ちます。これは、ハイマースやマルスなど、欧米からの供与を受けたウクライナが、効果的にこれらの兵器を叩いていると見るべきでしょう。まともな訓練も受けず、装備もなく、後方からの支援を受けられずに戦場へ送られるロシアの新兵には多少同情します。それでは続いてウクライナの損害を見ていきましょう。まず戦車ですが、ウクライナについてもそれなりの被害が出続けており、数の上での主力となっている T64 系の損害が相変わらず目立ちますね。T64 自体は、1960年代にソ連が開発した第2世代主力戦車で、最終的には12,500両程度が大量生産されました。これは、西側諸国に先駆けて、近代戦車の技術的条件をクリアした先進的な戦車でしたが、
開戦前のロシアでは全車退役し予備保管状態にあるとされていました。しかし、今回のウクライナ侵攻においては、T62 と共に本車両もある程度投入されたようです。一方ウクライナは、即応状態にあるかどうかは置いといて、この T64 に爆発反応装甲を装備した防御力向上型、T64BV を600両ほど保有しており、戦車被害の多くがこの T64BV となっています。この他に、T64 を大幅に近代化した T64BM ブラートというタイプも存在し、現代でもある程度通用する最低限のレベルには近代化された車両となっており、2005年から配備が開始され、現在では100両ほどが生産されているはずですが、損害は20両程度にとどまっているため、思ったほど配備が進んでいないのかもしれません。ちなみに、高性能戦車とされる T80 ですが、ウクライナでもこの系列の戦車を100両程度保有しており、9月時点では思ったより損害が少なかったですが、現在では総数の4割に当たる40両ほどを損失しているので、ウクライナも厳しい状況に変わりなし。T80 は、旧ソ連の主力戦車で、当時としては最も高度な車両と評され、ドイツ中流ソ連軍など、NATO 軍と対峙する精鋭部隊に集中的に配備されました。ウクライナにおいては、T80UD という独自の改修を加えたタイプを運用しており、当時のソ連崩壊による経済的苦境に対応する形で、燃費の良いディーゼルエンジンを搭載するなど、ある程度近代化されつつも、整備維持と調達コストの低減を図った車両となっています。本車両は、ウクライナの中では現代戦でも十分通用する能力を持った貴重な主力戦車ですが、損失の数を見る限り、もはや温存している余裕などなく、積極的に戦場に投入されていると思われます。で、実はウクライナでは前述の T80 以外にも戦車を開発しており、T80 をベースにした第3世代主力戦車、T84 や、その T84 をさらに大幅に近代化改修を施した T84BM オプロートを保有しています。特に T84BM オプロートは、旧ソ連時代の設計を踏襲した一方で、砲塔内の構造は西側方式のものを採用して被弾時の誘爆被害を軽減。また、新世代の爆発反応装甲を装備し、対戦車ミサイルに対するアクティブ妨害装置も搭載。さらに、大出力化したエンジン、デジタル化した射撃管制装置、手法などの構成部品について、その全てを国産化することに成功しています。ということで、近代的な戦車に仕上がった印象ではありますが、これら T84 系の戦車の調達はごく少数で、10から20両程度と思われます。また、今回の戦闘では未だに T84 系の損害が確認されていないことから、戦場には投入されていないと思いきや、限定的ながらも作戦には参加しているようです。続いて装甲戦闘車ですが、ここに出てくる機種は全てが旧ソ連製で、詳細はロシアの回で解説したので割愛しますが、最も損害を出しているのは BMP-1 で、9月時点からさらに倍以上の241両を失っています。これは、当初のウクライナの BMP-1 保有数と同等の被害であり、相当な損耗率となりますが、旧ソ連の構成国から100両以上の供与を受けているので、全滅、というわけではありません。で、謎なのが BMP-1 の後継の BMP-2 の損害の少なさ。BMP-2 は1000両近くを保有していたはずなのに、その損失は全体の1割程度の90両。なんとなくだけど、古い順に処分しよう、的な意図もあるのかも。続いて装甲兵員輸送車ですが、こちらも9月時点からほぼ倍の被害を出しています。被害の大半は旧ソ連系統の装甲車であり、その中でも BTR-4 は、ウクライナにおいて、BTR シリーズ最新の装輪装甲車で、これまでの装甲車の基本設計は、旧ソ連製のものを踏襲していたのに対して、本車両では新規設計の車体となり、登場する兵員の安全性を向上させています。
本車両は、2008年に量産が開始されたものの、不具合によって量産が遅れており、2021年になってやっと大量生産が開始されたため、そんなに数は揃っていないと思っていたのですが、70両近い被害を出しているということは、すでにかなりの数が生産されているのかもしれません。さて、続いて装甲兵員輸送車の被害として注目したいのが、M113 装甲兵員輸送車や、それをベースに開発され、西側から供与された兵器の被害が増えている点です。M113 装甲兵員輸送車は、アメリカを中心に200両以上が供与されたはずですが、9月時点での損失は6両と、異常に少ない数でした。しかし現在では損失が多くなってきているので、本格的に使われ始めた証拠だと思われます。装甲車に限らず、こんな感じでウクライナの兵器体系は徐々に欧米の装備へとシフトしていくのでしょうね。次に自走榴弾砲です。この手の兵器はロシア側の損失が大きかったですが、ウクライナ側も9月に比べて倍以上の110両の被害を出していることから、メディアで伝えられるほどウクライナが優勢というわけではない気がしますね。この自走砲の被害としては、約半数を占めるのが、西1カーネーションで、西1カーネーションは、ソ連時代に開発された自走砲としては現役最古となっており、ウクライナでは未だに300両ほどを保有しているはずでしたが、総数から考えるとそこまで被害が多くないので、稼働状態のものが少ないのか、もしくは能力的に厳しくなっているのかもしれません。この他にも、自走榴弾砲の損害として、ノルウェーを中心に30両以上が供与された M109-155mm 自走榴弾砲や、韓国の K9 をシャープに使用した、ポーランドの AHS クラブ 155mm 自走榴弾砲、ドイツのパンツァーハウビッツェ2000などが、ポツポツと被害が出ているので、各国の榴弾砲をフル活用している状況が読み取れます。自走砲に続いて牽引砲ですが、トータルで90門ほどを失っています。被害の大半はやはり旧ソ連の牽引砲ですが、アメリカを中心に100門以上が供与された M777-155mm 榴弾砲の被害も増え始めています。欧米から供与されたこれらの榴弾砲や砲兵支援システムは、その程度の高さからロシア軍の脅威となっているようですね。自走ロケット砲については、そのほとんどが BM21 グラートの損害となっています。BM21 グラートも旧ソ連の 122mm 自走多連装ロケット砲で、ウクライナでは200両ほどを保有しているはずですが、それに比べて損耗数が少ない印象。実は稼働できる数が少ないだけかもしれませんが、アメリカなどが供与したハイマースやマルスについては、1両の被害も出していないようなので、これらの長射程兵器に対して、ロシアが効果的に攻撃できていない、ということかもしれません。最後に地対空ミサイルです。被害の半数は機甲部隊に随伴可能な短中距離の防空ミサイルですが、気になる点は、長距離地対空ミサイルシステムの S300 についても、かなり損耗している点。ウクライナの S300 の保有数はそう多くないはずなので、47機も失うというのは相当な損耗となります。ということで、ウクライナからすると、長射程の弾道ミサイルや、巡航ミサイルを撃ち込まれると迎撃手段に乏しく、軍民問わず施設や人的被害が多発するので、欧米に対してパトリオットなどの防空ミサイルシステムの供与を強く要望しているわけですね。ということで、ここまでのウクライナの損耗数をまとめるとこんな感じ。ロシアでは遠距離支援兵器の損失割合が高かったのに比べて、ウクライナは装甲車の損害の多さが目立ちます。2022年の夏以降、ウクライナの反転攻勢が伝えられるようになり、東部南部ともに、多少は奪還地域を広げたようですが、地域を占領もしくは奪還を行う場合には、歩兵の投入が欠かせないので、それを支援する戦闘車や、
輸送車などの装甲車の被害が多くなったものと推測されます。では、最後に改めて双方の被害を見てみましょう。ロシアについては、旧式の戦車も含めると、まだまだ在庫を引っ張り出すことはできそうですが、欧米の主力戦車が供与される前にケリをつけないとかなり厳しくなるでしょう。数少ない長距離ミサイルをピンポイントで使いつつ、イランの支援を受けて、ドローンによる自爆攻撃がメインになりそうな気配。一方のウクライナは、欧米からの供与が加速するため、訓練やメンテナンス体制が構築するまで持ちこたえれば、陸軍兵器の質の面ではロシアを超えるけど、それを扱う正規兵の損耗が半端ない、とも言われているので、この戦争、やっぱ読めないよね。最後はロシアの核と、欧米がどこまで踏み込むのか、それ次第だと思う。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。